権力とは、どこまで人の心を変えるのか。唐という巨大帝国において、唯一皇帝となった女性、則天武后。彼女は、賢さと冷静さ、情熱と策略を併せ持ち、男たちの政権を静かに、確実に突き崩していきました。だが、その歩みの先にあったものは、名声か、それとも深い孤独だったのか。誰もが恐れ、誰もが惹かれた女帝の生涯を、静かに、しかし克明にたどります。この動画を通して、あなたの中に眠る力とは何かという問いが、そっと目を覚ますかもしれません。この動画が面白い、参考になったと感じたら、チャンネル登録と高評価をお願いします。第1章。妻女としての出発、唐の後宮に現れた若き武将。唐の都長安。壮麗な宮殿と整然たる街並みが広がるこの地に、一人の少女が静かに足を踏み入れた。彼女の名、武将。後に則天武后として歴史に刻まれる存在である。だがこの時、彼女はまだ14歳。あくまで祭人という低いくらいの高級女官に過ぎなかった。彼女が高級入りを許されたのは、家柄の恩恵であった。父、武。子覚は、隋末から当初にかけて功績を上げた人物で、初代皇帝李淵に仕えた忠臣である。その死後、母と共に洛陽で育った武将は、豊かな教養と抜きんでた美貌を兼ね備えた少女に育っていた。だが、何より彼女を際立たせていたのは、その観察眼と沈黙の裏に宿る冷静な知性だった。唐の大宗李世民の治世下、後宮は、数百人の美女たちで溢れていた。華やかな表情の裏には、嫉妬、陰謀、競争が渦巻いていた。多くの女たちは、一夜の寵愛を得るために、あらゆる手段を使った。だが、武将は違った。焦らず、浮かれず、ただ静かに機を待ち続けた。その姿は、むしろ異様なほどの落ち着きを放っていた。大層に見初められたものの、彼女が特別に寵愛されたという記録は少ない。だが、確かに彼女は李世民の下で、数年を過ごし、その間に、宮廷という閉ざされた空間で生き残る術を身につけていった。誰が誰と親しくし、誰が誰を陥れようとしているのか。目立つことなく観察し続けた彼女は、やがて、後宮の風を読むことができるようになっていた。李世民が病に倒れた時、武将はまだ20歳にも満たなかった。唐の慣習では、皇帝の寵愛を受けた女は、死後は尼寺に入れられる。再婚は許されず、残りの人生を仏に仕えることになる。武将もまた、その定めに従って、洛陽の官行寺へと送られた。だが、この時、彼女の心は折れてはいなかった。むしろ、ここからが真の始まりであった。官行寺での日々は、静かであると同時に、無慈悲でもあった。外界から遮断された尼寺で、武将は書を読み、筆を取り、内省を深めた。そして、ある日彼女のもとに届いたのは、意外な人物の訪問だった。大宗の息子、高宗律である。若き皇帝は、父の側近だった武将の存在を記憶しており、何かに導かれるように彼女を訪ねてきた。運命の糸は、ここで、再び結ばれた。律は、かつて父の後宮に仕えていたこの女性に、ただならぬ興味を抱いた。そして武将は、それを敏感に察知した。幼さを残した青年皇帝の目に、自分がどう映っているのかを見極め、どの言葉が心に残るのかを計算して応じた。その対応は、決してこびず、しかし冷たくもない。彼女の放つ言葉には、どこか凛とした重みがあった。やがて高宗は、朝廷に命じて武将を宮廷へ呼び戻す。これは前例のない決定であり、多くの者たちが眉を潜めた。だが、律の意志は揺るがず、彼女は再び宮廷の門をくぐることとなる。この時、武将はすでにかつての少女ではなかった。若き日に高宮で学び、尼寺で己を研ぎ澄ませた彼女は、静かな自信と揺るぎない意志を身にまとっていた。誰にも知られず、誰にも悟らせず、彼女は唐という巨大な権力の中枢に向かって歩みを進めていく。まだ芽吹きもしていないが、確かにそこには他とは異なる輝きがあった。その輝きが、やがて帝国の頂点へと伸びてゆく枝となることを、この時点で知る者は、まだ誰もいなかった。第2章。愛と策略、高宗の寵愛を得て皇后へと上り詰める道。
高級に戻った武将は、もはやかつての才人ではなかった。過去の身分を超えて、今や皇帝高僧の寵愛を一身に集める存在として、将軍の叱咤を浴びる立場にいた。だが、彼女の振る舞いには、驚くほどの慎重さがあった。決して正面から衝突せず、しかし一歩ずつ、確実に地位を固めていった。この時、正室にあたるのは王皇后。さらに側室としては、長淑妃という存在がいた。両者ともに、強力な後ろ盾と宮中の支持を持っており、武将の再入宮に対して強い反発を見せていた。特に王皇后は、高僧との関係を脅かす存在として、武将を警戒していた。だが、武将は正面から争うことはしない。彼女は言葉ではなく、行動と沈黙で信頼を築いた。高僧の前では気取らず、しかし愚かにも見せない。その言葉の一つ一つが理にかなっており、感情を交えすぎない態度が、かえって皇帝の心に深く響いた。そして、ある事件が起きる。武将が出産した娘が突然亡くなったのだ。当の司書によれば、この事件は謎が多く、当時から様々な憶測が飛び交っていた。ある説では、王皇后が密かに娘を殺害したとされており、別の説では、武将自身が、この出来事を政略に利用したとも語られる。どちらにせよ、武将はこの悲劇を転機とした。彼女は、涙を見せず、冷静に真相を追求する姿勢を見せた。これがかえって高僧の怒りを呼び起こし、王皇后と長淑妃の失脚へとつながっていく。ここから武将の進撃は加速する。高僧の寵愛を受けた彼女は、ついに皇后に確立される。これは唐の歴史上前代未聞の出来事であり、彼女の家柄や過去の地位から見ても、異例の昇進だった。だが、それほどまでに高僧の信頼は厚く、また、武将自身の内政面での才覚も群を抜いていた。宮中では、武将が皇后に選ばれたことに、反発の声も上がった。だが彼女は動じない。むしろ、この反発を見越していたかのように、先手を打ち続ける。自らの親族を要職につけ、高級や帝臣たちの監視網を築いていく。決して派手な動きは見せず、あくまで皇帝の補佐という立場を守りながら、実権を掌中に収めていった。一方で、高僧は次第に体調を崩しがちになっていく。病に倒れることが増え、政務を行う体力も気力も落ちていった。その空白を埋めるように、武将は次第に政治の表舞台に立ち始める。文書の起草、命のりの発布、人事の調整。これらはすべて本来、皇帝の責務であるはずだったが、実際には彼女が采配を振るっていた。唐の帝臣たちは驚き、動揺した。女性が政務に関与すること自体が異例であり、それを当然のように進める武将の姿は、まるで時代そのものを揺るがす異物のように映った。だが、その判断の的確さ、実利を重視する姿勢により、次第に彼女の手腕に一目置くものも増えていく。だが、すべてが順調というわけではなかった。宮廷内では、彼女の出自や過去の行動に対する中傷も絶えなかった。特に大宋時代の古参たちは、彼女をかつての才人としてしか見ず、皇后としての資格を認めようとしなかった。その度に彼女は、沈黙と行動で答えた。反論せず、反撃せず、ただ状況を整え、機が熟すのを待つ。そして、必要な時にだけ動く。それが彼女のやり方だった。一つ、また一つと障害が取り除かれていく中で、武将は、すでに皇后という肩書きを超えた存在になりつつあった。彼女は、高僧の信任と自らの才覚によって、帝国の中枢へとひそやかに入り込んでいた。そして、誰よりも冷静に、誰よりも遠くを見ていた。彼女の目に映っていたのは、ただ皇后という地位ではなかった。そのさらに先にあるもの、すなわち、皇帝という存在である。第3章。女帝即位、男性社会を突き崩した歴史的瞬間。唐の皇宮対迷宮。その奥深く、金色の垂れ幕と公園の立ち込める空間で、ある女が祭りごとを司っていた。表面上は病に倒れた高僧の補佐役。しかし実態は、情勢のほぼすべてが彼女の手の内にあった。不足点。その名は、もはや皇后という地位にとどまるものではなかった。高僧の健康状態は、年を追うごとに悪化していった。視力を失い、
歩行すら困難になる中で、国政の重みはいやおうなく不足点の肩にのしかかる。彼女はそれを拒まなかった。むしろ、静かに、当たり前のように引き受けた。多くの者が彼女の指示に従い、やがてそれが日常と化していく。この時期、彼女は独自の人事を進め、女性であることへの批判を受けぬよう、着実に布石を打っていった。宦官を取り立て、地方の有能な管理を積極的に登用した。彼らは既存の貴族階級に属さないため、忠誠の対象が皇帝ではなく、不足点その人であることが多かった。反発を抑え込む代わりに、彼女は新しい支持層を育てていったのだ。また、仏教との結びつきも強化された。則天武功は、自らを弥勒菩薩の化身とする考えを広め、宗教的な権威をも政治に取り入れた。特に洛陽を仏教都市として整備した動きは、その象徴的な施策であった。これにより、彼女の支配は、真意によるものという形で正当化され、保守派の論理を徐々に無力化していった。高僧が崩御した時、ル則天は、すでに揺るぎない実権を握っていた。皇帝の座は名目上、息子の中宗に引き継がれたが、その背後で、すべてを操るのは母である、ル則天であった。中宗は即位後すぐに、実権を持たぬ象徴と化し、わずか在位数ヶ月で廃されてしまう。代わって即位したのは、弟の英宗。だが、この人事もまた、ル則天が背後で糸を引いていたことは明白であった。英宗の時代、彼女は皇太后として政務を取り仕切る。しかし、ここに至ってもなお、彼女は皇帝と名乗ることをしていない。長年、陰で祭りごとを担ってきた彼女にとって、それは最後の一戦であり、同時に唐という王朝の形骸を守るかどうかの境界でもあった。だが、その一戦は、やがて静かに越えられる。690年、洛陽の南郊にて、大規模な阿孫会議が開催される。ここで、ル則天は自ら即位を宣言し、国号を州と改め、唐からの政権交代を成し遂げた。中国史上初めて、そして唯一の女性皇帝の誕生である。この出来事は、時代の常識を完全に打ち破るものであった。唐の皇統は李氏によって築かれたはずであり、外籍の女性が皇帝を称するなど、あってはならぬ前例であった。だが、則天武功はそのあり得ぬことを無理なく実現してみせた。力ずくではない。年月をかけて整えた信頼と実績、支持基盤と宗教的正当性が、その背景にはあった。即位後の彼女は、恐るべき速度で改革を進めていく。官僚登用制度の見直しを図り、華僑より実力主義へと移行。地方統治の強化を進め、民衆への減税や治水政策も怠らなかった。彼女の施策は、皇帝としての義務を果たそうとする誠実さに満ちていた。だが、彼女が手にした皇帝の座は、常に不安定な地盤の上にあった。貴族たちは決して本心から、則天武功を認めていたわけではない。裏では常に反発の芽が育っており、謀反や陰謀は絶えることがなかった。それでも彼女は、動じなかった。むしろ、それが常であるかのように受け止め、処理していく。彼女にとって女であることは、もはや弱点ではなかった。誰よりも多くを捨て、誰よりも冷静に人を見てきた彼女だからこそ、たどり着いた境地であった。彼女が見ていたのは、男女の別を超えた統治者としての理想であったのかもしれない。この瞬間、中国という大地に、新たな歴史の波紋が広がった。皇帝とは何か、支配とはどうあるべきか。武則天の即位は、それらすべてに対する静かな、しかし鮮烈な問いかけとなった。第4章。死を孤独、権力維持のために犠牲となった者たち。女帝武則天の治世は、実務において、多くの成果を残した。一方で、その背後には、多くの血と涙が流れていた。皇帝として君臨する以上、力による統制は避けられず、特に女性という前例のない存在である彼女にとっては、その重圧は他の誰よりも苛烈であった。彼女は、誰よりも多くのものを疑い、誰よりも冷徹に人を裁いた。まず矛先が向けられたのは、石一族であった。かつて夫構想が築き上げた、唐王朝の血筋を継ぐ皇族たちは、女帝の即位によって、その正当性を奪われることになった。彼らの多くは幽閉され、
一部は謀反の罪を着せられて処刑された。その中には、かつては彼女と心を通わせた者たちも含まれていた。また、臣下の中にも犠牲者は絶えなかった。少しでも不穏な言動があれば、たとえそれが事実無根であっても、容赦なく排除された。密告制度が強化され、人々は互いを疑い、恐る、沈黙するようになった。これは、側天武功が進めた政治の安定の裏にある、見えざる恐怖の構造であった。とりわけ象徴的なのが、彼女の晩年に近づくほどに増していく猜疑心である。信頼できる人間が減っていく中で、彼女は次第に身内すらも警戒の対象とした。息子たち、中層や英層に対しても、政務を任せることをせず、必要であれば配慮を辞さなかった。その結果、彼女の周囲には忠実な臣下よりも、命令をただ従う者たちばかりが残っていった。家族すら例外ではなかった。娘の太平公主だけが、例外的に彼女の信頼を得たとされるが、それとて権力構造の中に置かれた関係に過ぎなかった。母と娘としてではなく、あくまで統治者と補佐者という関係であり、情が交わされたかどうかは、記録の中でも、明確にはされていない。その一方で、ル・ソクテンは、決して狂気に走った独裁者ではなかった。施策の多くは民を思うものであり、農民救済、税制改革、教育制度の整備など、実利に基づいた政治を推し進めていた。だが、そこには常に信じられる者がいないという、深い孤独が影を落としていた。大雲寺の建立、仏教典籍の編纂、あまたの仏像建立、それらはすべて、単なる信仰心の表れではなかった。ル・ソクテンは、自らを弥勒菩薩の化身として位置づけることで、権力の正当性を宗教的に裏付けようとしたのである。そして同時に、それは自らを超えた何か大きな存在にすがるような、ひそやかな祈りのようでもあった。彼女は孤高であった。誰とも交わらず、誰にも寄りかからず、ただ一人で頂に立ち続けた。だが、その高さゆえに、彼女は常に風にさらされ、影に脅かされていた。夜ごと、明かりが消された後の広大な宮殿の中で、どれだけの静寂と向き合ったのか。そこにあったのは、勝者としての誇りではなく、永遠に終わらぬ警戒と、果てしない空虚であったかもしれない。晩年になると、彼女の身辺には、特定の長身たちが現れ始める。上益氏、長小僧の兄弟である。彼らは若く美しく、ル・ソクテンの心を和らげる存在であったとされるが、それとて真の癒しには至らなかった。むしろ、彼らの存在は周囲の不信と反発を招き、政務の乱れを招いたとされる。だが、それでも彼女が彼らをそばに置いたのは、内なる虚しさを埋めようとする、最後の試みだったのかもしれない。多くの血を見てきた目は、晩年に差し掛かると、かえって澄んでいったように記されている。やがて、反発を恐れた帝臣たちの圧力と、高齢による体力の限界の中で、ル・ソクテンは自ら大位を選ぶ。これは敗北ではなかった。むしろ、誰よりも権力の重さを知る者として、その手放し方までも心得ていたということの証左であった。だが、その大位の決断に、彼女の心が、どう揺れていたのかを知る記録はない。ただ一つ確かなのは、彼女が最後まで信じるに足る他者を、持たぬまま、人生を終えたということである。頂点に立った者が最後に得るものは、勝利ではなく、孤独であった。第5章。晩年と遺産、静かなる大位と後世への影響。705年。長安。早春の冷たい風が宮殿を撫でる中、唐の政権中枢に、一つの静かな転機が訪れていた。ル・ソクテン。82歳。州の皇帝として、30年以上にわたり、祭りごとを握ってきた彼女が、ついに自ら退位を決意するのである。それは決して一夜のうちに決まったことではなかった。長年の疲弊と政変の兆しが、彼女を静かに、しかし確実に包囲していた。周囲ではすでに不穏な動きが起こっていた。長く政務を支えてきた張益氏、張宗昌兄弟に対する反感が膨れ上がり、重臣たちは密かに行動を開始していた。結果、宮廷内でのクーデターが勃発し、張兄弟は処刑される。だがこの時、ル・ソクテンは報復に出ることを選ばなかった。かつての彼女であれば、血で応じていたかもしれない。だが今は、
すでに力を振るう意志はなかった。政務のすべてを中曹に譲ることが決まったとき、彼女は一言の抗弁もせず、それを受け入れた。かつて、同じ息子を自らの手で配し、操り人形として扱ったその母が、今、政権を正式に譲る。これは、一つの時代の静かな終焉であった。退位後の武則天は、常陽宮という離宮に移された。そこは、政変の喧騒からは遠く、風の音と鳥のさえずりしか響かぬ場所だった。彼女の晩年の記録は多くない。だが、花を眺め、書を読み、静かに時を過ごしたと伝えられている。華やかで激動の人生を経た後のその数年は、まるで帳を下ろした舞台の裏側に立つような、静寂と余韻に満ちていた。やがて武則天は、世を去る。享年82。病床での最後の言葉は記録に残っていない。だが、その死は、一つの問いを後世に残すこととなった。女が皇帝となることは、果たして正しかったのか。この問いに対する明確な答えは、誰にも出せなかった。ただ、確かなのは、彼女の知性が確実に中国史を動かし、変えたということである。武則天の死後、国号は再び唐に戻された。周という王朝は、公式には簒奪とされ、彼女のは、史書においても、賛否両論をもって語られることとなる。だが、それは同時に彼女が無視できぬ存在であったことの証明でもある。忘れ去られるのではなく、評価をめぐって論じられ続けるということは、それだけ深く歴史に爪痕を残したということに他ならない。後世において、武則天の存在は多くの顔を持って語られ、冷酷な支配者、非情な母、偉大な統治者、先進的な改革者、それらのどれもが彼女の一部であり、どれか一つに還元することはできない。彼女は従来の価値観を超えたところに存在したからこそ、複雑な評価を受け続けるのである。また、文化的な面でも、彼女は大きな足跡を残している。詩を愛し、書を重んじ、仏教美術の発展にも貢献した。彼女が築いた洛陽の寺院群や石窟は、今なお、中国の大地にその姿を留め、訪れる者に時代の息吹を伝えている。その中でも最も象徴的なのは、彼女の墓所で顕領である、陵墓の入り口にある無慈悲、つまり、何も刻まれていない石碑。後世の誰かが、その生涯を語るべきだという意図を込めて、あえて何も記さなかったと伝えられている。この石踏みこそ、武則天の人生そのものだった。言葉では尽くせぬ、名状しがたい矛盾と力、愛と恐怖の結晶。それをどう語るかは、見る者それぞれの中に委ねられている。武則天という名は、中国5000年の歴史において、唯一無二の響きを持って残り続けている。彼女はただの女帝ではなかった。一つの時代を動かし、制度を揺るがし、人々の意識そのものに風を吹かせた存在である。その風は、今なお、歴史の中を静かに吹き続けている。今回の動画は以上となります。武則天、ただ一人、皇帝となった女性。その歩みは、劇場に突き動かされたものではなく、冷静な観察と決断の積み重ねでした。多くを犠牲にしながらも、彼女は一つの時代を築き、そして静かに身を引いていきました。その背中に刻まれていたのは、誇りと、孤独と、変わらぬ意志。彼女が残した問いは、今も歴史の中に、静かに息づいています。内容についてご意見があれば、コメント欄にぜひお願いします。また、高評価やチャンネル登録いただくことが、大変励みになりますので、ぜひともよろしくお願いします。それでは、またお会いしましょう。